世界恐慌は起きます。一気に全ての通貨の信用がなくなるんですよ。当然日本円も巻き込まれていきます。しかし、日本はおそらくこっそりだと思います。春さん、はい。世の中、いろいろあるね、不安が絶えないんですけれども、一番絶えないのが、日本円がいよいよ紙くずになっていくのではないかということがあちこちでね今囁かれてるんですけど、実際のところどうですかね。日本円は言うともまだ強いので、紙くずにはなりませんが、ただぶっちゃけ言うと、ドルと対比した時には、円安は、続いてますよね。で、じゃあもう具体的に言いますとね、通貨で一番やばいのはやっぱりドルなんですよ。今現在。やばいです。やばいけども、やばくないよって世の中に見せてるじゃないですか、アメリカがね。そうですね。それは来年の10月の大統領選も含めてね、今の政権が言えないのもあるんですが、見せてる分だけ、やっぱり歪みが出てるんですよ。西海岸ってものすごい勢いで、経済が破綻した人が増えてるんですね。で、大変なことになってるんですよ。アメリカって西側からずーっと今大変に崩れてきているんですよ。で、今後どうなるってなった時に、僕は次の政権が変わった時に、大統領が変わった時にね、アメリカが行ってくるのがベーシックインカムだと思ってます。もう今2州やってます。アメリカはね。試験的に、ベーシックインカムやってますけども。そうなんですね。やってますよ。で、50州のうち、多分僕は3分の1から半分がベーシックインカムを入れていくと思うんです。導入する。これは州によって、州知事が決めていくことなんですか？基本的に自治なんで、アメリカって50個のやっぱり自治区なので、大統領令を出したとしても、例えばね、その自治の知事さんたちが決めていくっていうのが、いわゆるね、考え方じゃないですか。そうするとね、おそらくもう、でも成り立たないので、成り行かないので、それはベーシックインカムを入れなきゃいけないよねってことを検討し始めていると思います。特に、ロサンゼルス、サンフランシスコ、今サンフランシスコすごい大変なことになってますけども、そのあたりは早めに入ってくるのではないかと思います。でもそうなるとね、一番怖いのは、なんだかんだ言って、ドルと双子になってる通貨いっぱいあるんです。世界中ね。ユーロもそうですし、ポンドもみんなそうですけども、そうすると、ベーシックインカムが起きた時何が起きるかというと、世界恐慌は起きます。一気に全ての通貨の信用がなくなるんですよ。ただ当然日本円も巻き込まれていきます。しかし、日本は、これはもう、ペコペコペコって言ってもいいけど、成人してもいいけど、今でも日本は勝手に吸ってますけど、おそらくこっそりお金すると思います。やってるんですか？やってます。だから円安が起きてます。僕はそう思ってます。そうなんですね。言えないですよ。だってそんな勝手に吸ってるなんて。そりゃそうですよね。ただ、麻生さんがね、もう何年も前から、それはいいんだよそれはいいんだよって言ってたでしょ。それは麻生さんなりのね、前振りだったかなと思うんですけど、でないとこんな激しい円安は起きないと思うし、お金がジャブジャブ溢れてるわけですよ。世の中にね。もちろんそれでも間に合わないんです。そうすると、じゃあ、この紙幣経済が終わるかってことになりますが、そうならないように多分例会も実際の現場3次元も動いていて、僕はユーロとポンドはどうにか、戻すんじゃないかなと。この3、4年の話ですが、思ってます。で、じゃあ、ポンドに変えればいいのか、ユーロに変えればいいのかっていう話になりますが、それでもほら、まだ投機的じゃないですか。どうなるかわからないので、先のことはパラレルになってますから、どれがどうってことは決まらないので、危険ですよ。ただ、どのパラレルの中でも、ある程度大丈夫だろうなと思うのは、やっぱり金とやっぱプラチナに変えておくってことは大事ですね。今、金が上がったり下がったりして、投機的な部分で言うと、どうなのっていう意見がありますが、ではなくて、そういう金に変えておくってことが、避難的な、投機っていうふうに考えていただいた方がいいかなというふうに思いますね。なるほど。避難的にね。プラチナもいいんですか？プラチナもいいです。プラチナって実は金よりもだいぶ取れてないんですよ、まだ。で、取れるところの産出量が決まってるの、プラチナはね。そんなにまだ全部掘り起こされてるわけじゃないので、プラチナはまだまだこれから価値は出てくると思います。どね。混ざってますからね。普通のプラチナだけでは使えないから、いろいろと、プラチナ900とかって言われてますから、あれは100は違うの混ぜてますよっていうことですけど、
そういうふうに混ぜて使える、やっぱり、そういう鉱物っていうのは、なくならないんで、金もそうでしょ。金も混ぜて使えるしね。銀はどうですか？銀はね、劣化するじゃないですか、色がやっぱり。はいはいはい。そういう面では、まあでも銀も上がってますよ。銀も上がってますけど、シルバーも上がってますが、安定するのは金とプラチナがやはり金相場の世界でも、僕は強いと思いますね。ですからそこに変えておく方がいいです。あと、やはり、仮想通貨、暗号資産ね。暗号資産に関しては、まあ今ビットコイン上がってますよね。まあこれがおそらく20万ドルとかね、いくんじゃないかっていうような、見方をしている人たちもいますけども、ただですよ。あれって法律で変わっちゃうんですよ。各国の法律がどんどんコロコロ変わっていくと、やばいじゃんっていうふうにまたどんどん手引いていくんで。あ、そうなんですか？そうなんですよ。だからそういう意味では、今はたまたま、まあ今のその日本の経済、アメリカの経済を見て、投資家たちが、仮想通貨いいんじゃないのっていうふうにしてるから、今36,000、7,000かな、すごい勢いで今戻してますけども、でもこれもいつまでもあるとは限らないし、2024年はとりあえず仮想通貨にとっては、とりあえず落ち着くっていうか落ちる年というふうに言われてますから、仮想通貨3年4年室なんでしょ。それで考えたら来年はちょっと落ちる時期なので、ちょっと様子見た方がいいのかなっていう気はしますよね。なんかメタバースとかが今後どんどんこう進出してくる上で仮想通貨も同じくこう安定してくるのかなと思ってたんですけど違うんですね。ちょっと落ち着いたよね、メタバースもね。NFT もね。それはどちらかというと、やはりあれはイーサリアムを使っているので、ビットコインのね、次の通貨ですけども、まあ、イーサリアムは持ってた方がいいかなという気はしますけども、ただね、やはり、主要のアマゾンとか、マイクロソフトとかいろんな会社あるじゃないですか。アップルもそうですし、ああいうところがね、登ってったのはやっぱ2007年なんですよ。2007年にいろんなものが起きてきて、一気にみんなそれまで資産変わんないのがボカーンって上がったじゃないですか。で、上がったところの会社って今すごく800兆かな、そんだけで800兆持ってるんですけども、すごいでしょ、800兆持ってるんだけど、伸び率っていうのはどれぐらいだかわかります？その企業の。全然見当もつかない。止まった。そういうところか、アップルは下がってます。だから、逆に言えば、もうこれから先は、また違うビッグバンが起きるわけですよ。それがやっぱり NFT だったりとか、いわゆるメタバースっていうふうには言われてるんですね。でもなんかわかんないけどですよ。ほら、発展途上国の国々があるじゃないですか。まだほら、変な話、iPhone とか、そういうのを手にしてない人たちの人口比率も多いわけで、今後そういうところがどんどんね、発展していって、Apple とかのその製品とかを買うようになると、同じく伸びていくとかないんですか？生活様式の問題なんですよね。例えば、僕らがよく使う LINE。で、僕らスタンプ打つじゃないですか。あれって日本人特有なんですよ。外国の人たちって、そのスタンプ打つっていう意味が分からなかったりとか。基本 LINE も使わないですからね。まあ使ってないしね。そういうふうに、まあ文化の問題もあるし、スマートフォンっていう考え方が、もしかすると、その国々の文化に合わない点もあるね。ただほら、なんか、あまりにも高くてまだ買えないとかっていうのも実際こう、いらっしゃるわけで。多分端末としていじっていくのは、多分僕らはある程度いろんなものが成り立ってて端末に行ってますけど、あの人たちって開発とか勉強とか、どちらかというと、まだそのハードウェア、ソフトウェアを作っていって伸ばしていくと思うんですよ。僕らはそういう文化がもう終わって、逆に今あるものをこう便利で使ってからスマートフォンだと思うんです。どちらかというとコンピューターの方とか、あとはそのいわゆるハイスペックコンピューターとか、そういうところの部分の方に行くのかなっていう気もしますけどね。いずれにしても、今、主要でやっている、いわゆる IT 関係の会社の伸び率は今後も伸びないと言われている。だから NFT もしくはメタバースに進んでいって、新しいインフラができて、またその2007年のような状況の大きいバブルが起きて、新しい企業ができるんじゃないかと。今ね、シンガポールにまたね、新たに集まってる企業家たち多いんですよ。またそういうの流れを読んで、もう一回シンガポールからもう一回戻そうぜっていう動きで、日本のお金持ちもシンガポール移ってる人結構多いですね。そうなんですね。
ぜひね、皆さんその投機的なことも含めて、自分のその資産を避難させるという意味で、まあ金とかね、プラチナも有効ですが、世の中の流れを読んでいくってことも大事ですよね。確か日本っていうのは、まあもう税金も上がっていくし、いろいろなことをまた岸田さんも政策打ってますけども、基本取り方を変えてるだけですから、私たちが持ってるお金が吸い上げられていることは間違いないんですよ。それはそれで受け入れつつも、新しく世の中で起きようとしている、世界で起きようとしている新しい文化に早く乗っていくってことも大事なのかなっていう気がします。ですから、ぜひ勉強していただいてね、もう NFT って言わなくなったよね。もうなんか仮想通貨もどうかわかんないね。メタバースってわかんないよねと思ってる方もいるかもしれませんよ。動いてますよ。必ず次の大きな文化になるし、経済になります。これは、今まで私たちが使ってる YouTube もそうですし、いわゆる Twitter とかね、そういうのも含めて、その時は同じように言われてたんですよ。どうなのかなって、新しいの出てきたよねっていう感じだったじゃないですか。そうですね。でもそれが今すごい大きな文化になって、大きな経済になってるのと同じように、僕はメタバース、そして NFT、そのメタバースの中で売り買いするね、そういうことも含めて起きてくるし、またもっと違う、ものも出てくる可能性はあると思いますね。ただ円はもちろん紙くずにはならないけど、円単体だけで持っておくのではなくて、金だったりプラチナだったりも安全資産として持ちつつ、で他のお勉強もしながらっていうふうに備えていくべきっていうことですね。日本人としてどうしてもということであれば、金、プラチナもありますが、土地を買うっていうのも土地ね、一つの方法だと思いますね。いずれにしてもね、来年は注視していかないといけないのかなっていう気はします。